椿だぜ。チカなのよ。今回はネオジオの格闘ゲーム KOF94 をプレイしてもらうわ。出たな KOF。本作についてはもちろん知っているわよね。当たり前だろ。ガローにサムスピ、リュウコにも触れてるんだ。その流れで KOF 知らないとか、どんな人生歩んだらそうなるんだ。当時17歳でしょ。普通は将来について真剣に考えてる時期なのよ。大切なものを捨ててまで得たい未来か。結果このざまである。なんだ、全然順調じゃないか。本当に？つばちか。はい、先生です。ほい、生徒だぜ。まずは今回遊んでもらうゲームについて軽くお勉強。何か覚えているエピソードはあるかしら？以前どこかで話したと思うんだが、本作は17歳の時の記憶とがっつり結びついているんだ。これ家庭用ネオジオ版の発売日が10月1日だろう。この日、私は朝から秋葉原にいたんだ。修学旅行ね。この日は朝から自由行動でな、噂の秋葉原に直行したんだ。そしたらヨドバシにすごい行列よ。何かと思えば94の発売日。定価3万円超えるようなスネ夫専用ソフトをこんなにも大勢の人が買い求めてるんだぞ。都会ってすっげえところなんだと衝撃を受けた出来事だ。その頃には本作はプレイ済みよね。間違いなく夏休みにプレイしたぞ。行きつけのお店で一番目立つ場所に設置されていたタイトルだ。よく覚えているのが、プレイし終わった後で背広姿のおっさんにアンケートを取られたことだ。 SNK の人かしら？本当にいたんだ。嘘じゃねえよ。はい、ここで当時の CM をご覧ください。100メガショックネオジオ。本当に見たんだよ。嘘じゃねえよ。そんなゲームソフトの噂は聞いた。ゲーム？ハローとかリュウコ。 SNK の方ですね。出るんですか出ないんですか、一言お願いします。その噂は本当なのか。 SNK 歴代の人気キャラが総登場。ゲーマー待望夢のチームバトル The King of Fighters 94。 SNK。 この CM には見覚えあるわよね。あの頃は SNK が本当に景気いい感じで CM もよく流してたよ。特にガローとかサムスピはアニメにもなっていたし、さっきの CM はリュウコのアニメでも流れていたと思う。本作の後には新サムスピのリリースも控えていたわね。さっき話したヨドバシの行列を尻目に、店舗前で流れていた新サムスピの PV に見入っていたよ。それでは本作の特徴的な要素について説明できるかしら？箱にもデカデカと書いてるだろう。本作が他と大きく違っていた部分として3人と3人のチーム戦ってところだ。従来の格闘ゲームでは選んだ1人で基本日本選手の対戦になるのよね。そうそう、そこが本作では一度に3人使える上に3人倒すとなれば3先ってこと。この時点でお得感がすごいのよ。加えて SNK の人気タイトルが一つのゲームになってんだ。こんなの話題性の塊でしかないだろう。はい、これまでの SNK タイトルのシステムを統合しつつ新たな要素も多く加わったお祭りのようなタイトルね。リュウコチームも必殺技が使い放題なんだぞ。本作のヒットを受け SNK は当面の間 KOF シリーズを毎年リリースすることになるわ。そしてこのタイミングから家庭用への移植には消極的になっていくの。自社ハードのネオジオ CD でシェアを取りに行こうとしてた頃だな。ご存知の通りネオジオ CD のクソ長いローディングは格闘ゲームメインのネオジオとは致命的に相性が悪かったわ。アーケードではヒット作を量産していくのだけど自社ハード開発の失敗は経営を確実に圧迫していくのよ。ネオジオポケットはそこそこ売れたやろ。他にもネオジオ64の失敗、アミューズメント施設の経営失敗などそこそこではどうしようもない状況に陥ってしまうの。2001年には倒産してしまった。結果だけ見れば無理な価格経営がたたった形ではあるけどネオジオの性能にも限界が見えていたので無理する必要もあったのよ。遊んでいた側はそんなことはみじんも考えていなかったな。はい、そういう意味で本作は SNK という会社がアーケードのシーンでひときわ大きく輝いていた時代のタイトルなの。そんな時代背景も考えながら遊んでみてね。ちょろくはないぞ、この時代の格ゲーは。つばちか。はい、とりあえずはオープニング視聴の儀。何言ってるかわからんがとにかくよく覚えているぞ。でけでけでん、オッケー。リュウコやガローは言うまでもなく SNK の看板タイトルではあったが、他にも怒りシリーズやアテナっていうファミコンキッズが喜ぶチームが参戦しているのもポイントが高いぞ。言うほどアテナで遊んでないでしょ。このゲームで知ったまである。当時はすでにスーファミも末期でな、ファミコンソフトは投げ売りされていた頃なんだ。数百円で買った大量のソフトの中にアテナも混ざっていたんだ。カセットテープはついてなかったの？さすがについてない。裸のカセットのみだよ。さあゲームスタート。どのチームで行くのかしら？ブラジル。怒りチームね。
実は龍子チームで初めてマッハで負けた。さすがに荒れすぎるのでテイク2。初戦はノーカット。以後は適度に切って詰めるわよ。ラストで負けすぎて撮影時間が1時間を超えてしまったのよ。この時代の SNK は基本的にラスボスが頭おかしいからね。はい。初戦の相手はガローチーム。国籍はイタリア。背景にガローのキャラがたくさんいるな。本作はベースとしてガロー伝説のシステムを採用しているわ。弱と強のパンチとキック、避け攻撃に体力が減ると超必殺技が使用可能になるのよ。あとは自発的に貯められるゲージの存在ね。マキシマム状態だと攻撃力がアップするし、ゲージを消費して超必殺技も打てるんだ。通常技の威力が 1.5 倍になるっていう結構イカれたパワーゲージなのよ。早い反応できねえ。まだ超必殺出てないわよ。出たボタン1個だったわ。バリバリバルカンパンチね。この時代のラルフは正直クラークの介護官なんだ。この技くらいしか見せられる個性がないキャラだ。どちらも突進技に連打技、そしてコマンド投げを持つキャラね。ハイデルーンも含めてチーム全員がコマンド投げを持っているんだ。負けたわよ。3キャラ使えて3先ってことでお得感が高いとも言ったが、基本的な攻撃力が高く試合の展開も早いんだ。そして1試合あたりの制限時間も短めになっている。きっかり60秒って感じね。1試合目から敵が強いぞ。お見事連続技。コンボは気持ちよくつながるし威力も高い。飛びが通ったら一発敵よりまで持っていかれるわね。パワーゲージをギリギリまで貯めてから連続技でピヨらせてすぐに貯めて超必殺技。一連の流れが決まるだけで8割は持っていくからな。貯めきっちゃった。当たっちゃった。空振りムーンからの違うんす。はい。ムーンスラッシャー空振りからのコマンド投げ。ストームグリンガーの威力が頭おかしいことになるって裏技ね。他にも斜め45度くらいのムーンスラッシャーのダメージが妙に高いとか、いろいろと変な軌道も多いゲームではあるな。狙うのは難しいけど、体力が残り0ドットの状態だと超必殺技の威力が格段にアップするのよ。偶然決まるとびっくりするよな。94ではチームは固定なのだけど、翌年からは自由に3人を選択可能になったわね。本作は設定によって従来の格闘ゲームのように2先の対マンバトルにすることも可能なんだ。あったわね、そんなの。キルムーン一発の威力よ。4割ってところか。さっき言ってた斜め45度の話、実は角度は関係なく相打ちの際にダメージが増加するバグなの。まああれ無敵時間がないからな。対空で発生しやすいってやつだよな。この現象は HP 側でのみ発生するってことで、数多いバグの一つとして有名ね。ただ相打ちになるだけだからな。再現性はかなり高いバグ技だよな。状況次第では一発で8割持っていくのよ。やられた。まだ1人残ってるし半分減らしてりゃ上出来よ。このチームはハイデルンとクラーク、どっちを残しておくかって部分が肝だ。こっちが1人目を決めないと CPU が順番を決めない仕様なんだ。今回はクラックが大将ね。てやこの蹴りをとても長い牽制技。動きそうなところに置いておく。パワー溜まってりゃ威力 1.5 倍だからな。ほい。そいや一部のキャラは超必殺技もコンボになるわね。はい長い。なんとか1チーム目を撃破ね。ある程度ツボ押さえておけばラストまではいけるんだ。ラストまではね。ラスボスがマジで鬼のように強い。ツバチカ。ツバチカ。ここからは適度にはしょっていくわよ。対戦相手は主人公チームだ。ライバルキャラは自作で登場。KOF94 の主人公チームよ。でもぶっちゃけルガールと直接因縁があるのって家族をやられたハイデルンくらいだろ。草薙くんのお父さんも一応噛んでるでしょ。95の中ボスカツカツキャラだったな。2人目はミニマル。居合蹴りは渋い技だと思うぞ。この時代はまだ地味な方で。トルナレフみたいな頭しやがって。一系バリバリバルカンパンチ。余裕の片手ごま。センキユ。ベニマルも年々おかしくなるキャラの一人だな。真空三段蹴り。まあ主人公が96で別人になっちまったけどな。96ではみんな派手に変わってたわね。本玉が飛ばないゲームになって今日とかほとんどフルモデルチェンジだったな。あれはあれで渋いから好きよ。学ランじゃなくなったのって99からだっけ。そうね、やっと卒業できたのかって言われていたわね。必要に長いのを押し付けていくぞ。どないやどないや。強力な牽制技。でも投げで仕留めたいのよね。部分的には投げキャラなのかしらね。
ジャンプ攻撃で酒を誘ってそりゃよく見た戦闘スタイル。クラークも年々投げがマニアックになっていったな。ナパームストレッチ、デスバレボム、ランディングスリア。はいもろた。避けなくても持っていく。いけるやつはこれだけでいけるんだけどな。はいデルンの出番なかったわね。調子がいいと3人抜き。先方に2人やられるとひっくり返すのは結構辛いのよね。パーフェクト勝利1回の影響が従来作とは違ってるもんな。美咲ならしゃあない。切り替えていけで済むんだけどね。お次はリュウコチーム。国籍はメキシコ。なんでメキシコなんだ。メキシコ支部を設立して弟子の指導をしているタイミングで招待状が届いたのよ。ユリも出たがってるって話もあったので、さっさとこの3人で出場を決めたのよ。酒クラットルクラットル。ベイビー同時押しの酒が出ないと困る。酒超多い。玉ずないのが飛んできた。結構痛いって。死んだ。ですよね。余談だけど小乱脚の威力は通常投げと同じ。食らってる側のパワーゲージが溜まるっていう謎の技なのよ。残熱剣も敵のゲージが溜まる技だったな。飛燕疾風脚の追撃に入れなくなるけど、ジャンプキックあたりにしておくのが無難なのよ。 HP 吸収で IHKO。 時間も十分残ってる。これくらいなら回復するぞ。満タンまで回復したわね。これでイーブンだ。すいません、ロバヤンはすごく強いです。ボコボコである。こうなると辛いな。クラーク一人で実質2人倒さにはならんぞ。ほとんど体力残ってるわね。非常事態だ。勝てればいいという動きでいくぞ。無理に見せようとしなくていいからね。一発決まれば圧倒的に有利なハメ技とかも多いんよ。今日カンキャンセルトリアさえ決まれば、あとはダウン中でも掴んで投げ続けるんだぞ。そんなハメ技あったわね。あかん。なんとか倒した。これで勝ちならよかったんだけど、もう一人いるのよ。うまくはまってくれないかな。大将戦、敵は両坂崎。最強の竜なのよ。余談ですがラルフとクラークならラルフの方が上官だ。やめてクレメンス。飛びミスった。モラタで駒投げ。ここよ。ハメ臭い動き。はいてんや。はい危な。はいあと1回よ。待て違うやろ。なんとかあと一発を。もらた。連打。なんとか勝ちを拾えたわね。オラもうダメかと思ったぞ。序盤ラグダルと後が大変ね。1.5 人くらい最初に倒せれば精神的にも楽になるな。お次はサイコソルジャーチームだ。国籍は中国。結構昔の SNK 作品からの参戦ね。ご本人様ではないんだよな。大元は別ゲームのサイコソルジャー。アテナ姫は彼女の祖先にあたる人物なのよ。このチームの本体はジジイだと思います。95の時は超必殺の削りがやべえことになっていたわね。ヒットした方が安いまであった。めっちゃひょうたんで相殺してくる。飛び道具判定。倒した私の勝ち。ギリッギリやないか。大丈夫次はケンスだろ。こいつは待ってりゃ勝手に突っ込んでくる。月の大きな突進技。今日キャンセルストームブリンガー。これが決まればダウン中にもストームブリンガーが入るんだが、敵が画面端じゃないと拾えないんだよ。距離が大きく離れてしまうのね。端から端だよ。モラタでケンス。自身にボコられたけど結果的には2人抜き。上出来よ。敵チームの出てくる順番にも救われた感はある。敵は残すところアテナ1人。こっちは部下が2名まるっと残ってるわよ。半分も削れば御の字だ。あかんか。ハイデルンの超必殺技ファイナルブリンガー。めったに当たらないぞ。韓国チームのチャンコウハンだけはなぜか無条件に当たってくれるのよね。うわ、女子高生強い。ボコボコにされとるやないか。この子は超能力使うんです。超能力。あとはラルフに託された。もうちょっとだったのに。割と回復した。ひどい。サイコリフレクター。飛び道具を跳ね返すのよ。長いの刺していく。パチンと当てて投げる。投げられとるぞの虫。相手。やめて。あかん。空対空がうまいぞ。勝ったわね。危なかった。
通に負けそうになってたわよ。なんかこんな感じだったっていうアバウトな記憶だより。ネオジオはすぐに新作出すので製品寿命は案外短い。ここでボスのデモ、やっと半分くらいか。尺がやべえのでここからはチーム紹介程度にバシバシ切るわよ。格ゲーってサクサク進めば全体で20分くらいのイメージだったのに。1時間かかりやがったのよ。お次は怒りチーム。国籍はブラジル。こいつらいつも墜落してんな。同キャラチームってことで特に見せ場なし。なんやかんやで熾烈なバトルだったけどな。双方対象戦、ギリギリのバトル。危ない。お次はキムチ。国籍は韓国。ぶっちゃけ見せ場はハイデルン VS チャン後半だけだ。無条件ファイナルブリンガーのコーナー。ゴッチヘル。ハイデルンの超必殺技、ファイナルブリンガー。めったに当たる技ではないのだけど、チャン後半だけは無条件に食らってくれるのよ。体力回復技だからな。2番手くらいに出てくれるとすごく嬉しいんだ。怒りチームだと回復アイテムの肉に見えるわね。キムには丁寧な対空、ちょいは上から刺さってくる技を避けてからフルコンボでお仕置きだ。キムチームは難なく撃破ね。お次はスポーツチームだ。国籍はアメリカ。今作以降はしばらくお休み。次の登場は98年になるわね。こいつは適当に飛び込めばいいぞ。キャラは面白いんだけどちょっと影は薄いわね。バスケマンは地味に危ないけどな。はい、1.5 人ほどの存在でスポーツチームを撃破よ。4年後にまた会おう。最後かな。女性格闘家チーム。国籍はイギリス。ノルマについては理解しております。キル。脱イケよ。区分上イギリスチームだけど過半数が日本人じゃないか。ブラジルチームにブラジル人いないでしょ。メキシコチームにもメキシコ人いねえわ。危ねえ。駒投げで倒しちゃダメだ。ノルマ達成。削りなら OK。こいつは脱げないので適当でよし。これ以上脱げると裸になるわよ。これでプレイヤブルの8チームは全て倒したな。ラスボスの登場になるわね。ここまでプレイできれば最後で勝とうが負けようがプレイ時間には大差がないんだが、それにしても強すぎんだろ。この人は96でプレイヤブルキャラになるマチュアさんね。はい、ラスボスの松を船に移動だ。いろいろと物議を醸したシーンね。ガイルがいるって言われてたな。格 S の時にはこの像をガイルがソニックブームで真っ二つにするって演出もあるのよね。特殊な戦闘前演出の一つだな。とにかく強いやつを集めてコレクションするのが趣味っていうやべえやつなのよ。老人形の館94だ。それは99だと思うわ。コンビニの有線放送で聞いた曲だぞ。ここでハイデルンがルガールとの因縁を持ち出すの。8年前50人からなるハイデルンの部下をルガールはたった一人でジェノサイ買ったわ。ハッハしちゃうのよ。ついでに妻と子供まではハッハされちゃうのか。こりゃめちゃ許さんよな。というのがハイデルンのストーリーね。もしかして部下の2名は全く関係ない？ハイデルンの部下なら彼らの元同僚でしょ。そうだな、ラルフの部下でもあるかもしれん。ラルフの階級は地味に大差。とても偉いのよ。クラークは注意ということになっているけど、メタルスラッグに参戦した時は少佐になってるわ。ゲームに出てくる軍人さんって基本的に妙に階級高いよね。大佐は現場職としては最高位ね。普通は艦長とかしてるレベルなのよ。あかん。普通に戦ってどうこうなる相手じゃないでしょ。分かってるんだ。画面端でジャンプ吹っ飛ばしだけ打ってるのが安定なんだけど、時間かかるし面白くないので攻めてみてるんだ。なんか感じに行ければこいつもホイホイ投げられたと思うんだ。感じにはいかなかったわね。これはあかん。2人がかりで半分減らせてない。ちょっとはめるしかないわ。最初からそうして。やめろ。ここでこれしかやらん。個人的には安定の攻略法。この変身前のバトルが全然面白くない。後で本気出す系なら最初くらいはサクッと倒せてもええじゃないか。ちゃちゃっと4枚作。あとこいつ根性値高すぎなんよ。終盤の硬さが異常だぞ。結局時間切れ。いらんことした。
はい、ここからが本気モード。前ステップにうまく攻撃を合わせることができれば、あとはリズムでハマってくれるんだが、正直ラルフやフラークの方がやりやすいな。玉の威力よ。行って、はい、ここほり、詐欺飛び、違う。あかん。はい、ここからは地獄の消耗戦である。そのステップなで反応できんな。痛い。おかしい。玉の威力がストワンかよ。とやけんそれ見えん言うたろ。見えんか。この後も結構ぶこられたわよ。はい、なんとか掴んだ絶好のチャンス。先方が無傷の生本キルガール戦。これ以上の好条件はないわよ。ステップ潰す。あかん。ほい、ガード。ほい。それは見えんけん。ほり。置いておく。差し込む。置いておく。危ない。バカめ、確定反撃だ。早かった。はい。ほり。よいしょ。飛ばれた。残りわずかよ。先方としては十分な仕事量と言えるわ。レッドゾーンから出してしまったが、開幕から超必殺使われるよりはいいだろう。ノーダメージ。ジェノサイドいただきマンモス。マンモス入れピ。何言ってんの？殺すぞ。ほい。ここだ。びっくりするほど硬いわね。削りきれないよな。ほい。差し込む。あと一発。ほい。はい。あかん。減りすぎはろた。ほぼ満タンだったぞ。対空技の威力じゃねえだろ。無事にクリアできたわね。10回くらいコンティニューしたけどな。無事にクリアできたところで雑にレビューと言いたいところだけど、コンティニューしているのでエンドロールがないんだな。はい。ということでレビューはアフタートークのところでお願いするわ。コノルガールも悪役としては人気どころではあるよな。次回作でもボスなのよね。定期的に戻ってくるし、格 S の時は結構はっちゃけていた記憶があるぞ。オメガルガールとゴッドルガールね。98や2002で復活した際は特にストーリーはなくて、パラレル的な扱いを受けているのよ。余談だけど KOF は2010年にアメリカで実写映画化しているのよ。映画のレビューはしないからな。ネットフリックスで配信されたらね。ツバチカ。はい。無事にクリアできたところで今回はここまで。雑にレビューしてもらえるかしら？どうしても思い出で語る部分は多くなるよ。現代の格闘ゲームに比べれば雑な部分も多いし、対戦格闘として見ても致命的な不具合も多いタイトルだ。とても競技性が高いとは言えない内容ではあるだろう。それでもな、リリース直後のインパクトは強烈だった。独創的なチームバトルにド派手な必殺技、人気シリーズが一堂に会するというお祭り感。やべえバグもあるにはあるんだが、当時の環境としては面白要素の一つって扱いだった。今ほど厳密な競技性は求められてなかった時代なのよね。相打ちムーンスラッシャーのダメージ増加バグとか、今なら即日修正されるレベルの不具合だぞ。冒頭でも話したが本作が出た頃私はまだ17歳だった。金のない高校生だ。そんな状況でも本作を遊んだんだ。魂の100円を投入したんだよ。わかるかい？この重みが。よくわかるわよ。私だって命を削って遊んでいたわ。大げさに聞こえるかもしれないが、キッズの100円は重みが違うんだ。ネット対戦するたびに100円貯金してたらすごい額になるわよ。上達しない理由の一つでもありそうだな。今の私たちにはハングリーさが足りない。格ゲームを家で遊ぶのが当たり前になってきて、これ負けたら帰らなきゃいけないって外際のバトルはないものね。生き残りたければ強くなれ。はい。本作を一言で言い表すと KOF94。それは夏祭りの思い出。なんかそのまんまな感じね。祭りは毎年開催される。でもね、同じ祭りは二度とないんだ。この夏の祭りはこの夏にしかなかったんだ。持って帰ることができない儚い思い出なんよ。はい。ゲームセンターは法律上は風俗店です。形のないものを売っているのよ。うわ、風俗に入り浸っていたのか。社交場でもあったわね。実際ゲーセンで友達増えたりもしたしな。はい。
今回のスーパーサンクスが届いているわよ。マジか、嬉しいな。顔面狂気様、ありがとうございます。すげえ名前だな。今後も頑張りたいと思います。ご支援に感謝なのだぜ。マシュマロ、一つ来てた。ありがとうございます。普段からジャージへの偏愛を感じる。いいね。これはもう完全に内なるおっさんの趣味です。いい年して恥ずかしげもなく卒業校のジャージ着て、家でゴロゴロしてるくらいの生活感が逆に良い。などと、意味不明な供述を繰り返しており、続報が入り次第お知らせいたします。こんな感じにレトロゲームの話題や、実況プレイをしているチャンネルだ。まだの人はぜひチャンネル登録してくれよな。トップページのリンクをクリックすれば、X のアカウントにアクセスできるのよ。少し早めの投稿予定を知りたい人はフォローしてくれよな。その上にあるチャンネルの概要欄をクリックすると、欲しいもやマシュマロを投げられるわよ。欲しいもは Amazon の欲しいものリスト。何かご支援いただければ、この辺の空いてるスペースが賑やかになるかもしれません。マシュマロ質問はたまったらネタにするのだぜ。動画のコメント欄でも全然大丈夫よ。というわけで、最後までのご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。また遊びに来てくれよな。またね。もうすぐ4月になっちまうな。2024年の最初の3ヶ月を乗り切った感じね。4分の1。4月になったらサクッと第一四半期を振り返るわよ。年内の目標だった2500人も目前になってるな。調子こきすぎないように無難な目標を再定義するのよ。目標達成、やったーでよくね。